どうもしげるです。今回は、我、何をか知る。この言葉を残したフランスの哲学者、モンテーニュについて解説します。本日の流れはご覧の通りです。人生の糧となる哲学知識を10分程度でまとめていますので、毎日の読書代わりに、今夜も最後までご視聴ください。チャンネル登録してね。まずは彼の生涯を紐解いていきましょう。ミシェル・ド・モンテーニュは1533年、フランス南西部の裕福な家庭に生まれました。彼の家庭は商人として成功しており、幼少期から豊かな教育を受けました。モンテーニュの父親は、息子に最高の教育を施すため、彼を早くから古典文学やラテン語に触れさせました。この教育方針は、彼の後の思想形成に大きな影響を与えました。モンテーニュは若い頃に法学を学び、ボルドー高等法院の判事としてキャリアをスタートさせました。彼は法律家としての職務をこなしながらも、人間の内面や生き方について深く考える時間を大切にしていました。そんな彼の人生における転機は、彼の親友であるラボエ氏の創生でした。この出来事はモンテーニュにとって大きなショックであり、人間の儚さや生命の意味について考えるきっかけとなりました。その後、父親の他界を機にモンテーニュは政治活動から退き、自身の故郷で静かな生活を送りながら執筆に専念しました。モンテーニュは自分の内面を探求し、その結果をエセイとしてまとめました。エセイは、彼自身の思索を記録したものであり、哲学的な考察から日常生活の観察まで、幅広いテーマが取り上げられています。モンテーニュの思想の中心に、クセジュ、日本語で、我、何をか知るという言葉があります。簡単に言えば、私は何を知っているかという問いかけです。彼は人間の弱さや不完全さを受け入れることの重要性を説きました。モンテーニュは自分自身を知るという言葉を好んで使いましたが、これは物事は自分が何を知らないかを理解することから始まるということを表しています。彼はすべての人が不完全であり、完璧を求めるよりも自分を理解し、受け入れることが大切だと述べました。また、モンテーニュは政治や宗教に対して批判的な視点を持っていました。彼は、社会的な固定観念に縛られず、個々の事実や経験に基づいて判断することを重視しました。これにより、彼の思想は当時のフランス社会において異端とみなされることもありましたが、それでも彼の著作は多くの読者に受け入れられ、後の哲学者たちに大きな影響を与えました。モンテーニュは1592年に59歳でこの世を去りますが、その思想は今もなお生き続けています。特に彼のエセイは、後世の哲学者や文学者に多大な影響を与え、現代でも読むに値する作品として愛されています。彼の人生を通じて得た教訓は、時代を超えて私たちに響き続けています。以上がモンテーニュの生涯でした。続いて彼の哲学について詳しく見ていきましょう。モンテーニュの哲学は、彼の著作、エセイに凝縮されています。この書物は、人生を通じて感じたこと、考えたことを自由に表現したものであり、固定観念にとらわれず生きた彼の思想の集大成です。彼の哲学の核となるのは、人間とは何か、という問いと、それに対する深い内省です。まず、モンテーニュの有名な言葉、クセジュ、我、何をか知るについて考えてみましょう。この言葉は、彼の謙虚さと自己認識の深さを表しています。多くの人は、自分が知っていることを誇示しがちですが、モンテーニュは逆に、自分が知らないことを認識することの大切さを強調しました。例えば、新しい料理に挑戦するときに似ています。初めてレシピを見ながら料理をするとき、最初は自分がどれだけ知らないか、何ができないかに気づくことが重要です。知識や経験が不足していると感じることから、学びは始まります。モンテーニュは、この無知の認識が人生のあらゆる面で重要だと考えました。次に、彼の人間観について見ていきましょう。モンテーニュは人間の本質を不完全で変わりやすいものと捉えていました。例えば、今日の天気が晴れでも、明日には雨になることがあるように、人間の感情や考えも常に変わります。この変わりやすさを否定するのではなく、むしろそれを受け入れることが大切だとモンテーニュは主張しました。
私たちは日常生活の中で、つい自分はこうあるべきだと考えてしまうことがあります。しかし、モンテーニュは、ありのままの自分を受け入れることが、真の自由につながる、と述べています。さらにモンテーニュは、知識や真実についても深く考えました。人間の知識には限界があると認め、その限界を理解し、受け入れることが大切だと説きました。例えば、遠くの山を眺めるとき、山の全貌は見えますが、細部はぼんやりとしか見えません。同様に、私たちが何かを理解しようとするときも、全体像はつかめても、細部に関しては曖昧な部分が残ることが多いです。モンテーニュは、そうした不完全な知識を前提にして、常に自分の考えに疑問を持ち続けることが、真の知恵につながると考えました。モンテーニュの哲学は、彼自身の人生経験と密接に結びついています。彼は自らの思考を深めることで、人間の本質や人生の意味を探求しました。そして、彼の言葉、我、何をか知るは、常に自分を問い続ける姿勢を象徴しています。この考え方は、今の時代においても、自己成長や学びのプロセスにおいて非常に役立つものでしょう。以上がモンテーニュの哲学の解説でした。最後にまとめに進みます。モンテーニュの思想は、彼が生きた時代を超えて、今もなお私たちに多くの教訓を与えてくれます。彼が残した言葉の中で一つ紹介します。いつかできることはすべて、今日でもできるという言葉です。これは、人生を先延ばしせず、今この瞬間に集中することの大切さを教えてくれます。例えば、私たちはよく、明日から運動を始めようとか、時間ができたら本を読もうと思うことがあります。しかし、モンテーニュはこのような考え方に対して警鐘を鳴らしています。彼の言う、今日でもできるという言葉は、行動を後回しにせず、今できることに全力を尽くすことの重要性を強調しています。例えば、部屋が少し汚れているのに、後で掃除しようと考えることは簡単です。しかし、その後でが積み重なると、部屋はどんどん汚れていきます。同様に、人生においても、先延ばしにすることで物事が積み重なり、結果的にもっと大変な状況に陥ることがあります。また、モンテーニュは自己探求の重要性を強調しています。彼は、人間が常に自分を見つめ直し、成長し続けることが必要だと考えていました。例えば、庭を手入れするように、自分の心や考えも定期的に整理し、不要なものを取り除くことが大切だと述べています。植物が雑草に負けないように育つためには、定期的な手入れが必要なように、私たちもまた、自分自身を磨き続けることが求められます。さらに、モンテーニュの考え方は、私たちが人生の中で遭遇する困難に対しても応用できます。例えば、予期しないトラブルが起きたとき、それを避けるのではなく、積極的に向き合うことが大切です。モンテーニュは、困難を先延ばしにせず、その時に解決することが、後々の大きな負担を軽減することにつながると考えていました。これは、体調管理にも当てはまります。軽い不調を感じた時に、すぐに対処することで大ごとにならずに済むことがあります。逆に、後で大丈夫だろう、と放置すると、大きな問題に発展することもありますよね。モンテーニュの、いつかできることはすべて、今日でもできる、という名言は、現代においても多くの意味を持っています。私たちが日々の生活の中で、やりたいことややるべきことを先延ばしにせず、今できることに集中することで、より充実した人生を送ることができるでしょう。彼の思想は、単なる哲学にとどまらず、私たちが日常生活で実践できる実用的な教訓でもあります。モンテーニュの教えを通じて、自分自身を見つめ直し、行動することの大切さを改めて感じ取っていただければと思います。さて、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。最後に、名言を一つ紹介して終わりたいと思います。今回はこちら。武士道精神は損得感情を取らない。むしろ足らざることを誇りにする。新渡戸稲造の言葉です。若い頃には、時に損得を考えて行動してしまうこともありましたが、今振り返ると、本当に大切なのは、損得ではなく、自分の信じる道を進むことだったなと思います。足りない部分があるからこそ、努力し続けることができ、その過程で成長してきたのだと思います。
これからも私たちが誇りに思う生き方を貫いて、若い世代にもその精神を伝えていけると良いですね。以上で動画を終わります。このチャンネルではこのように、人生の後半真っ只中の私が、その人物の生涯、哲学、名言などを10分程度で解説しています。定期的に配信していますので、チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録、ベルマークの設定をお願いします。いいねやコメントもいただけると励みになります。本日もありがとうございました。